やかです。本日は私のスキンケアとメイクを紹介していきたいと思います。まずはこちらですね。ラゴムのセルアップジェルトゥウォータークレンザー。こちらは、私結構韓国コスメが好きで、今日紹介するのもたくさん韓国コスメあるんですけど、その中でも一番長く使ってる洗顔かな。これはすごくサラッとしてるので、朝本当に使いやすい。で、次はこちらファミュのドリームグローマスク RR です。でもね、すごくいいんですよ。香りがとっても癒される香りです。でこれは、透明感とキメを細かくしてくれるパックです。で、撮影前とか大事な日の前の夜はこのファミュのパックを使ってます。でちょっとここからはですね、実際に使っていきたいと思います。はい、こちらです。 G2 セルアルティメット RV ドローミストです。これは化粧水として使ってるんですけど、ミストになっていて、ちょっと実際じゃあ使ってみようかな。ほっぺにワンプッシュ、ワンプッシュ、おでこにワンプッシュ、4プッシュぐらいかな、塗ってこうポンポンポンって。メインの化粧水はこちらを使ってます。シーラボ VSNS ローション EX20。 これはもう本当にコットンにつけていただいてもいいですし、私は全部手でいつもやるんですけど、かなりトロトロしてるんですよ。こうなじませて、この摩擦で手をあったかくして、この体温でどんどん浸透していくようにやってます。化粧水した後に美容液を塗っていきます。こちらイニスフリーのグリーンティーシードセラム。私もイニスフリーというブランドに出会ってからずっとこれはお気に入りで、じゃあ使っていきます。これはもう、かなりとろっとしてるんですけど、塗ると意外とサラサラで、これをちょんちょんちょんってつけて、私はもう肌がすごく色素が薄くて、いろんなのをこうやって塗るとすぐ肌が赤くなっちゃうんですけど、気にしないでください。はい、で全体になじませたら、次はクリームなんですけど、美容液はデイリーで今使ってるのはこのイニスフリーのやつで、夜用に使ってるのはこちらのサンローランのピュアショットナイトセラムを夜使ってます。夜この美容液にして朝起きたらめっちゃお肌もちもちになってます。クリームはメタトロンのコントゥア B クリーム、これぐらい。これも、手で全体になじませていきます。もう私はめんどくさいからこうやって一回全部のせて全部伸ばすタイプです。美容の先生に聞いたんですよ。本当にここまでちゃんとクリームとかいろんなスキンケアやるとやらないで、ここの首の小じわが出てきたり、だんだんここがたるんできたりするスピードが全然違うんですね。なのでクリームはいつもここまで伸ばしてます。はい、今紹介したのでスキンケアは以上なんですけど、スキンケアもしっかりちゃんと毎日やりながら、あとは日々どういうご飯を食べるかとか調整を食事でちゃんとするようになってから、かなりお肌の感じは変わってきたと思います。続いてはメイクに行きたいと思います。普段着る洋服とか、あとどこにお出かけしに行くかによって結構メイクはいつもバリエーションを変えたりしているので、今日は、そうですね、秋冬に向けてちょっとスモーキーなアイメイクとか、ちょっとじゅわっとしたチークの感じとか紹介できたらと思います。
次も下地からですね。はい、こちらラロッシュポゼのプロテクショントーンアップローズ、ちょっとピンク色が入ってるんですけど、これ1本でかなり日焼け止めの効果もありますし、下地としてのツヤ感とかトーンアップとか全て叶えられるやつなんですけど、はい、これぐらいを肌に均等に伸ばして、なぜかお肌の色素が薄すぎてこうやって一時的にめちゃくちゃ肌が赤くなるんですけど、これは決して大変な炎症が起きているとか、この化粧品がお肌に合わないということではないので、全然気にしないでください。こうやって手でこうやって触っていくとどんどん赤くなっちゃうんですよ。これはでもなんかもう昔からだからなんでこうなっちゃうのかはよくわかんないんですけど、でもすぐ戻るので、はい、皆さんびっくりしないでください。すごいトーンアップしてる。次はね、ファンデーションムーンショットマイクログラッシーリットクッション。すごくね、私の肌に合っていてクッションになってるので、つけてお肌に、でここもね、この下のところまでちゃんと塗ります。特に夏とか暑い季節は余計その境目が目立っちゃったりするので、このスポンジにファンデーションが一番薄い状態、もうほぼほぼ塗って、薄い状態になった時にこの目のまぶたの上にちょっとなじませます。割と最初の方にこの目元のまぶたも塗っちゃうと、かなりファンデーションをここにたっぷりベタって塗っちゃったみたいな感じになって、この二重の線とか目まばたきした時とか目つぶった時にこのファンデーションの線がピーって入っちゃったりするんですよね。そんな感じでファンデーション塗りました。次はこちらアンプリチュードのトランスルーセントブレストパウダー。基本的にこれは、上の白いのはハイライトの効果があって、で真ん中は自分のこの肌の色とかに合わせてピンクがあったり、あとはこのベージュ何種類かあるんですけど、私はさっきみたいに手で触れたりすると結構すぐ赤くなっちゃったりして、割と私は赤くなるのが自分の中で気になるタイプなので、その赤みを消すためにもこのちょっとブルーの色で赤みを抑えていきたいと思います。でこれがいいんです。このパウダー買うとついてくるブラシなんですけど、これもすっごい綺麗に塗れるやつで、最初つけた時は結構ちゃんとツヤとかテカリを綺麗にちょっと陶器肌っぽくしてくれる感じなんですけど、時間が経ってきた時にだんだんツヤが出てきたりするのが、すごくいい感じにツヤが出てくるので、これはねとってもおすすめです。ポイントでハイライトをつけれる、かなりこの一つで優秀なパウダーです。で今日はちょっと、スモーキーな感じなんですけど、でもちょっとツヤはハイライトで欲しいなっていうことで、こちらをティルティル、名前がかわいいこのハイライトスティックなんですけど、ちょっとね薄ピンクというかベージュっぽい、いろんなところにね使えるんですけど、こうやってまたやったことないこととかをやると緊張しちゃって顔が赤くなるっていう現象。塗るとちょっとしっとりするいいテクスチャーなんですけど、これをツヤが欲しいところにちょっとここに今ハイライトをこれつけて、頬骨のちょっと上に、で次はシャネルのラ・パレットスルーシル・ドゥ・シャネル03ダーク。これ眉毛アイブロウを描くんですけど、こっちがちょっとなんか柔らかいテクスチャーのブラウンの色味、こっちがちょっとグレージュっぽい、ここを埋めていくような感じで、眉頭ってここなんですけど、ここには塗らずにこの横のこのギリギリのところまでで
パウダーをつけるのをやめておいて、でこれかなり今しっかりパウダーついてるので、ここについたパウダーの残りを頂戴してこのスクリューでこのついたパウダーをこっちにこっちにもちょっとスクリューでつけていく感じで眉頭はやってます。毛流れもしっかり整うし、ここからしっかりとパウダーつけちゃうと、かなり眉毛しっかりっていう印象になっちゃうので、少し抜け感というかそういうのを出したい時にここをあえてここには塗らずにこの横のパウダーを眉毛はこんな感じでちゃんと丁寧にしっかり描いていきます。で眉毛は、もう1個ありまして、こちらラカ。これは眉毛用のこうやってつけると、マスカラと同じなんですけどかなりたっぷりついてるので、私はいつもティッシュで少しちょっとだけ落として使ってます。ちょっとだけ気を立たせるような感じでやっていきます。でもね、あんまり立たせすぎちゃうとかなり凛々しい感じになっちゃうので、眉頭はちょっと上に行く感じで、あとは全体的にこの下のラインに合わせてこれをちょっと上に上げていく感じで、この上に上がっちゃったところは描いたところに合わせて流れに沿って合わせていく感じですね。こんな感じです。シャドウに行きたいと思います。皆さんも大好きヒンス、全体的にブラシにちょちょんって取って、ただヒンスかなりすごく優秀なので、ちょっとつけただけでかなり発色よくつきます。なのでこのブラシ全体につけすぎないように、今ちょっとやっただけでね、かなりこれぐらいつくので、少量ずつちょっとずつやっていけたらいいかなと思います。全体的にポン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 と落としていきます。なりました。今日はそうですね、これもちょっとまた少量つけて、下も少し、これは目の形にもよるんですけど、自分の眉毛のすぐ下とこの目の始まりのこの丸い部分かな、この色をのせていく。あんまり濃くやっちゃうと本当に舞台メイクのような感じになっちゃうので、これはかなり少量ずつ。ここにこの二重の幅の上の部分には今アイシャドウをここは塗ってないので、こことこのラブラインの部分とここのメリハリができて、かなり目のパーツがはっきり見えるんですよね。ペタって塗っちゃうと全部のアイホールがシャドウで埋まっちゃうので、気をつけながらやっていきます。シャドウはこういう感じですね。で続いては、アイライナーですね。ディオールさんのアイライナー使います。この内側ですね、この内側粘膜のところを埋めていくような感じで、まつげの間一本一本の間を埋めていきます。黒目に到達するぐらい、いい感じになります。今回はちょっとね、目頭の方にフォーカスを当てて、ここをくっきりさせることでもっと目がパッチリ大きく見えるようなのをやっていきます。でさっきこの目頭上少し余白の部分をこの黒目の始まりのところまで引いたんですけど、この下の部分もこのまつげを埋めていくような感覚と同じで、ここからちょうどこの三角を埋めると思ってここを描きます。でここをつなげていきます。ちょうどね、くの字になるみたいな感じやることによって目パッチリ大きく見えます。で次は、マスカラをしていくんですけど、基本的に私はビューラーをいつも使わないんですね。このままナチュラルにね塗っていきたいと思います。クリニックですね。もうこれは
何本使ったんだろうな。ナチュラルだけど一本一本もすごく綺麗にこうカールして長さ伸ばしてくれるような印象なので、こちらすごくおすすめです。根元からこうちょっとクシュクシュってしながら、はい、こんな感じです。リップもヒンスですね。ヒンスのインディケートっていう色の、これもちょっとダスティ系のピンクとちょっと紫とか少しこっくりした色なんですけど、この外側じゃなくて内側の真ん中に塗っていってなじませる。まんまんまんってして自分でってしてこの幅を私は作っていくんですけど、で上のこの山のところは指でぼかしながらちょっとだけオーバーにするのにハマってます。これでもすごく綺麗だと思うんですけど、ちょっと今日は立体感も出していきたいなと思うので、はい、こちらToo Cool for School、 これも韓国のメーカーです。薄い2つを混ぜて使うのが一番綺麗かなとは思います。自分のこのお肌の色に合わせて調整してもらうといいなと思うんですけど、この2つをちょっとこの間、線の間をちょっとだけ混ぜながら取る感じ。ここから始まり、ここが今陰影で影を描いたのでかなり鼻がシュッとシャープに見えます。こんな感じですね。でちょっと立体感を出して、一番最後出来上がってトータルのバランスを見て今日はチークを塗っていきたいと思います。はい、こちらです。ナーズのチークブラッシュのように、これはもうこう見るとちょっとクリームっぽくなってるのかな。手で本当に取ってつく感じ。ちょうどこの頬骨の真ん中ぐらいかな。自分の目の一番目尻の下ぐらいで、これは全体的な統一感というか、この肌の血色とか統一感を出すためにたまにやるんですけどね、このチークをこの耳たぶのところにこのなんていうのかな、トーンがかなり統一されて、これはかなりおしゃれ上級者テクニックとこの間メイクさんに教えてもらいましたできました。メイクちょっと秋冬のでも全体的な色味はそうですね。目元のアイシャドウが一番スモーキーな感じだけど、全体的に使ってるのは同系色です。本日は私のスキンケアとメイク紹介していったんですけど、皆さんいかがでしたでしょうか。参考になったかな、なるかな。はい、ということで以上私のスキンケアとメイク紹介しました。ありがとうございます。